皆さんこんにちは、大前健一です。私は福島第一原発の事故の後、個人的にですね、非常にこの問題について YouTube などで発言をしておりましたところ、細野原発担当大臣といろいろ話をしている間に、資料に対するアクセスさえくれたら、私の方で事故の分析および再発防止についての提言をまとめたいと。これは政府がやっている事故調査委員会とかそういうのと違って、全く納税者の立場で調査をし、また提言をする。たまたま私は大学院で原子炉を学んだ、またかつて原子炉の設計に携わっていたことがあるということで、ボランティアとしてこれをやるということをやったわけです。でこの結果につきましては10月28日、細野原発担当大臣に報告をし、また共同の記者会見もいたしました。でこの結果につきましては中間報告ですが、YouTube およびウェブの方に全て開示をするということで、全部で189ページのリポートを提出しております。でその後 PWR はどうなっているのかということで、同じようなことが、福島第一のようなことが起こった場合にどうなるのかということを含めて、さらに1ヶ月余りをかけて、調査をいたしまして、この場合には関電と三菱重工の協力を得て、いたしました。そして、2011年の12月21日に、細野大臣の方に報告をするということで、これで最終報告、セカンドオピニオンとしての最終報告をまとめたことになります。そしてそういった作業、一連の作業を終わってみた結果ですね、私の感じるところをここで手短に報告をし、かつ最終報告、PWR とそれから全ての報告というものをですね、皆さんにはですね、これとはちょっと別のYouTube および URL でもってお知らせをしたいと、このように思っております。で今回の一連の作業を通じて私が感じるところというものを数項目まとめてみました。こちらです。まず一つはですね、今までの原子炉の設計思想を抜本的に変えないといけないということです。でこれはどういうことかって言いますと、設定条件、前提条件、原子炉を作る時の前提条件というのはもうなしにした方がいいと。つまりその津波はどのくらいとか地震はどのくらいというふうなそういう前提条件を設けて、それに対して原子炉を作るということで、そういう前提条件の中には電源はこういう形で確保されるというような前提があるわけですけれども、原子炉の場合には何が起こっても冷却をすると。その冷却のためには当然のことながら電源と水源または水に代わる冷却源が必要になると、こういうことです。だから今までのように何かを前提として設計をすると、例えばその震度8とかですね、あるいは津波で言えば高さ10メーターとか、そういうその設計の前提というものはもうなしにする。でこれを世界中の原子炉というのはやっておりますので、設計思想を抜本的に変えないといけない。今までの全ての原子炉の設計思想が間違っていたということが福島第一原発の一番厳しい教訓であったのではないかと思います。それからストレステストというのは、そういうことにもし同意していただけるならば古い思想であって、事故を想定してその原子炉がどのくらい耐えられるかということを調べているということで、そういう作業というのは必要ではありますけれども不十分、すなわちそこで想定してない事故が起こった時に耐えられるのかどうかということはわからないという意味において、必要だが不十分とストレステストではですね、従って今回の福島第一の教訓を生かすことにもならないし、また住民の賛同というのも得にくいのではないかと考えていいと思います。それから BWR に対して我々は詳細なリポートをまとめたわけですけれども、この知見および我々の提言した対策というのは
PWR、これは加圧水型ということですけれども、福島の場合には、沸騰水型 BWR ですが、PWR にも適用できるということが今回の調査で分かりました。それから実はですね、事故が起こった時に、電源が全部喪失してしまうというようなことになって、計器とかプラントの状況の把握が十分ではなかった。特に複数の原子炉が1箇所にある、福島第一で言いますと6つの原子炉が1箇所にあるというようなプラントの場合にですね、どの機器が生きていて、どのバルブが開いていて、また閉まっていて、そしてどういう操作は可能だがどういう操作が可能でないのかということが、分かりません。ましてやその電源が失われて非常に乏しい情報の中で判断をしなきゃいけないということで、今回は、事故というものがですね、かなり、人災といいますか、人間とそれから完全に壊れてしまった原子炉とのですね、格闘になってしまったと。で、事故調査委員会などによるとですね、こういうふうなことができたんじゃないかと、ああいうふうなこともできたんじゃないかというようなことになってくると思いますけれども、しかしながらそれは後知恵でありまして、やはり原子炉を再開しようと思えば一覧性、全ての機器というもののどことどこがどういう状況になっており、もし優先順位というものがあるとすれば、こちらの方に、必要最低限の水とか必要最低限の電力というものを融通すべきじゃないかと、こちらの方が危機的な状況になってるんじゃないかというようなことがですね、あまり複雑な考察なく、判断できるような、そういう一覧性というものが必要になってくると。実は原子炉4つ5つ6つ、柏崎刈羽の場合には7つあるわけですけれども、そういう一覧性というものがですね、今までは必ずしも十分にはなかった。また今でもですね、そういうふうなことがないわけですが、今回のような過酷事故になりますと、これがないとやはりその所長さんがですね、判断をしていくという時に、その判断に必要な情報が見えないということになります。で、後になってみるとここをこうしてればということはもちろん分かるんですけれども、皆さんも車とかそういうものを運転していって分かるようにですね、とっさの判断ということができないということになると、やはり事故というのは非常に拡大してしまうと。こういうことでプラントのですね、状況が把握できるような、そういったこの設計、そういった仕掛けというものが必要になってくるということであります。もう一つ、今回の事故で今日に至るまで少なくとも監督官庁の責任者誰も責任を取っていません。ただ私たちの分析で分かることはですね、事故の原因の最大の理由というのは長時間の電源喪失であります。交流電源も直流電源も長時間にわたって喪失したんですけれども、これはですね、原子力安全委員会の設計指針に、そういった状況を考えなくていいと、交流電源の長時間喪失は考えなくていいと、こういうことが書いてあります。これはですね、明らかに設計指針の誤りであって、このような指針を出したことが事故に直接つながっている。事故に直接つながった理由は津波ではなくて、この設計指針があったから津波に耐えられなかったわけであります。このようなことからですね、やはり監督官庁の責任というものの所在を明らかにし、もしかしたらそれが事故調の重要な仕事になるのかもしれませんが、そして責任者、もしかしたら過去の人かもしれませんけれども、責任の所在と責任そのものを取ってもらうということが必要になると思います。これだけの大惨事で責任者がまだいない、出てきてない、誰も処罰してない、今まで通りの仕事をしているということについてはですね、やはり国民の一人として憤りを感じざるにはおれません。それから世界に対してこのような結果、つまり事故原因を発信し直すべきだと。ということはですね、福島第一の教訓というのは実は全ての原子炉に、
適する教訓というのはですね、特に福島独特のものでもないし日本独特のものでもないと、全ての原子炉に適用されるべきだと我々は考えます。で理由はですね、もし日本が今世界に向けて発信しているようにこれが想像を絶する想定を絶する地震と想定を絶する津波によってもたらされたと、これが今日本の政府が世界に対して発信しており IAEA に対しても言ってることなんですけど、もしそうだとすると世界中は安心します。すなわちこんな地震こんな津波っていうのは我が国には来ないよねと、第一我が国の原子炉っていうのは川に沿ったところにあって津波なんて来ないんだと、こういうことでああよかったとこれになっておりますが、仮にですね、津波ではなくてテロリストとかあるいは航空機が原子炉に対して、落っこってしまうというようなことになると配管の破断とかですね配線というものの切断ということになり、テロリストの場合には電源系の破壊とかそういうことになると今回の福島の原因であるところの電源の長期喪失ということが十分考えられますし、冷却系が一気に失われてしまうということにもなります。でその場合でもそのような場合でもですね、電源とそれから冷却源を確保しなきゃいけないという福島の教訓は全世界に共有されるべきものであり、ここで得られた知見および我々の提言である対策、この部分についてはですね世界中の原子炉運営者は安心をすることなくですねこの福島の教訓として盛り込んでいただきたい、そういう意味で日本からの発言発信を抜本的にやり直してもらいたいというのが私たちの今回の報告の趣旨であります。で内容については、詳しく、また別なYouTube でですね、報告をいたします。すでに中間報告までは、YouTube とそれからインターネットで皆さんが全ての資料をダウンロードしていただけるようになってますが、今回の最終報告もまたですね、YouTube とそれから皆さんがダウンロードできるようなサイトを、ここにご紹介いたしますのでですね、こちらから全編をぜひ興味のある方は見ていただきたいと思います。また詳しい資料も全て皆さんの方でダウンロードできるようになっておりますので、これを見ていただきたいと思います。一つ我々の最終報告、ぜひご検討いただきたいと思います。ありがとうございました。